パワーをメテオにファーファファ信じられない。国内最強 MMORPG ファイナルファンタジー14 FF のテーマパークと呼ばれるぐらい過去作の敵が出まくります。今回は歴代ラスボスたちに注目。原作ではどんなやつなのか、14でどんな扱いになっているのかご紹介します。早速本編どうぞ。ファイナルファンタジー1カオス。1987年シリーズ初代のラスボスです。初代のくせに生い立ちがややこしくて、1では一番最初に戦うボスがガーランドっていう悪いナイトで、主人公たちはそいつを倒すんですが、瀕死のガーランドが4つのクリスタルの力が集まっている黒水晶の力で2000年前にタイムスリップして、で4体の手下を作って2000年後の世界を破壊させています。で自分自身は2000年の時を経て記憶も力も失って、ガーランドとして再び主人公たちに倒されて過去に戻ってループをしているっていう鶏と卵の構造です。ファミコン初代では戦闘曲が1種類しかないので、雑魚戦もラスボスのカオス戦も同じ戦闘曲です。14でもこの通常戦闘曲が踏襲されています。ちなみに今流してるのも含めて、この動画で流す BGM は全部14での曲なので、ぜひご視聴ください。でカオスとはどういう経緯で14で戦うかっていうと、14でもオメガが出てくるんですけど、そのオメガがいろんな世界の強者を模倣して生成しては、そいつら同士を戦わせて、でオメガの自己強化のために勉強するみたいなことやっていて、その一環でオメガがカオスを作った感じです。生地原作でキャラが立ちすぎてない方が14にも登場しやすいらしく、例えばガーランドがループする時に使った黒水晶が14のギミック中にも登場したり、原作にもあった土、風、水、炎のクリスタルにちなむ地震、竜巻、津波、炎の技を14でも使ってくる一方、 FF 版スマブラともいえるディシディアファイナルファンタジーでもそんなん使わなかったよねみたいな全然聞いたことない攻撃もしてきます。14のバトルシステム上、攻撃を回避したり指定の動きをして攻撃を正しく受けることが求められるので、単純なダメージ攻撃だった原作と違ってそれぞれの効果っていうのはアレンジされてるんですが、そのあたりはこの動画では踏み込みません。スピンオフ作品にもそうそう出てこないカオスがクラシックないでたちのまま厚みのある世界に登場するのは感慨深いですね。2皇帝は出てこず、3暗闇の雲。ザンデが闇の反乱を引き起こしたがゆえに光と闇のバランスが崩れちゃって、それを受けて次元の狭間から現れて全てを無に返そうとする神っぽい存在です。 FF のラスボスは無に執着しがちですが、おそらくその初代です。むずくて長いのにセーブポイントがないグロラストダンジョンであるクリスタルタワーの最深部で待ち構えています。ちなみにクリタワーは14にもダンジョンとして実装されていて、今言ったザンデはもちろんアモンやらスキラやらアーリマンやら2ヘッドドラゴンと見せかけて5ヘッドドラゴンやら出てくるんですが、光の戦士は強いので原作ほど苦労はしません。暗闇の雲の代名詞となる攻撃といえば波動砲。代名詞っていうか原作ではそれしか使いません。単純な全体攻撃ではあるんですけど、火力がバカ高くて非化戦向けに言うと一生フィクサーボアルカディアしか使ってこないようなもんなんで、それはそれで結構しんどい。ディシディアではうんちゃら式波動砲なりカンチャラ式波動砲なり、波動砲にバリエーションを持たせることで戦闘キャラとして味付けがなされていますが、そこは14も同じ。ちなみにエッチな格好をしてますが、エッチすぎるがゆえに生々しくなりすぎないよう緑色の肌になったっていう経緯があります。映えるフォルムだからか14では結構厚遇されていて、原作の緑バージョンだけではなく緑じゃないディシディアフォルムのバージョンとも戦えたり、さらに24人で戦う特殊な高難易度バトルコンテンツでも戦えます。原作では全然そんな要素ありませんでしたが、同じパネルに2人以上乗ると床が消えて落下死する暗黒天空っていうギミックが14では暗闇の雲の代名詞になっていて、こんな感じで原作では塩味だったキャラが14でタレがかかって出てくるのもまた醍醐味です。4ゼロムス。月の地下渓谷の最深部に住む月の民ゼロムスの憎しみが完全暗黒物質として蘇った姿です。原作のドット絵のフォルムからミジンコとか呼ばれてたりしたんですが、ご覧の通り完璧に 3D で再現していて、 FF の生みの親であり14プレイヤーでもある坂口さんも確かすごくテンションが上がっていた記憶。ここまで紹介した1や3は14ではサイドクエストでオマージュされてるんですが、4はメインクエストでゴリゴリ盛り込まれていて、ドバドバ上げるとメーガス3姉妹、ルゲイエとバルナバ、ゴルベーザ四天王、もちろんゴルベーザそのものとも戦います。なぜかゴルベーザがパワーをメテオにとか言って一人でダブルメテを打ってきます。ただ単純にそういうキャラをファンサ的に持ってくるだけではなくて、14のストーリーを踏まえて各キャラの立ち位置はアレンジされていて、原作ではそんな深い設定がなかったゼロムスも、あとゴルベーザが飼ってる黒竜とかも詳細控えるんですが、14ではあるキャラにちなむ存在になっていて丁寧です。かと思ったらゼロムスとの戦闘中何の脈絡もなく赤い翼が流れたりもします。すげえ雑なんですけど、でもちょろいので結局テンションが上がっちゃいます。原作では暗闇の雲と同様痛い全体攻撃ビッグバーンを連打してくる筋肉系のボスではあるんですが、14ではビッグバーンに加えていろんな攻撃を仕掛けてきて、言葉だけ聞いても意味不明だと思うんですが、車庫入れギミックなんて呼ばれるやつも。ちなみに原作ではあまりにもゼロムスが強大な存在すぎて、最初パー
パーティー全員の HP が1桁まで削られて窮地に追い込まれるんですが、世界中の祈りの力でパワーをもらって大復活して戦闘が始まるっていう演出になってるんですが、それを意識してるのかしてないのか、14のゼロムス戦も最初に HP を1にする攻撃から開幕します。ビッグバンみたく分かりやすいオマージュもあれば、今言ったような意図してんのかしてないのか分からんやつまであって、真偽はともあれそんな感じで思いを馳せられるのも原作中の楽しみ方の特権です。 5X です。ムーアの大森林にある大樹に邪悪な心が宿って生まれた暗黒魔導士。見た目はバリバリ武闘派ですが魔導士キャラです。なんで木の根みたいな攻撃をしてくるのか謎に思った非化線もいるかもしれませんが、それはエクスデスのモチーフが大樹だからです。原作で戦う経緯としては、1000年前に世界に突如現れた無の力を NO という魔導士が手に入れたんだけど、伝説の12武器を使って NO が討伐されて、で無の力は次元の狭間に封じられたんだけど、その500年後に今度はエクスデスが現れちゃって無の力を狙ってくる。でそこに主人公たちが暁の四戦士っていうむさ苦しいおじさん集団と一緒にエクスデスを討伐しに対峙するっていう感じです。原作では最終的には無の力を得たと見せかけて暴走する無に飲み込まれてネオエクスデスとして変容して主人公たちと再び戦います。なのでシリーズでは初めて2段階の形態を持つラスボスです。14のエクスデスについてはとにかくこれを見てほしい。すごない？ 14 の過去作オマージュの中では一番感動したかもな演出です。補足すると14は X デス実装当時までこういう2段階のバトルってのがなかったんですが、 X デスと戦えるバトルコンテンツのうち高難易度版だけ X デスを倒すと原作と同様このようにシームレスでネオ X デスに形態変化するものです。リアルタイムでやりたかった。この辺りの時期の作品になってくると原作のラスボスの攻撃も多彩で、有名どころの攻撃は14でも大体抑えてきます。中でも14のグランドクロスは状態以上たくさん付与してくる原作の効果と同じで、一人にごちゃごちゃデバフをつけてきて、でこっちはそのデバフに応じてわちゃわちゃ行動する必要があり、いやらしい点も含めて再現していて面白い。高難易度版でしかネオ X デスと戦えないとは言いましたが、今はこっちが強化された状態でボスに挑める機能があるので、とりあえず拝みたいだけのライト勢も安心です。ちなみにラスボスの話とはずれるんですが、14内の5要素はメインクエにはあんまり絡まないものの、原作からの膨らませ方がいいものが多くて、例えば原作では浮遊さえすれば完封できたカタストロフィーが重力マイナス100と称して逆にプレイヤー側を吹っ飛ばしてきたり、原作と同様フォークタワーの力の塔の最上階にいるミノタウロスがルーンアクスといった伝説の12武器を振り回してきたりと、意表をつかれるけど納得感もあるええ感じのコンテンツが多いので、次ご紹介する6もそうなんですが、スーファミ世代のプレイヤーには刺さるはずです。6ケフカガストラ帝国の魔導実験によって人格が破綻した人造魔導士です。道化師風の見た目とコミカルな言動もあってネタキャラなのかなと思わせといて、毒でドマの民虐殺するとかヤバめの人格であることが早々に露見します。非化線向けに紹介すると、マレッシャを倒した後に女性と子供がありがとう的なこと言ってきますが、原作ではあの二人もケフカに毒殺されています。で中盤で魔大陸に封印されていた三頭身の力を経て皇帝ガストラを殺害、世界を実際に崩壊させて瓦礫の塔の頂上に神として君臨し、裁きの光で逆らう者を町ごと焼き払うという結構立派な悪役です。原作でもすでに十分キャラは立っていたものの、ディシディアで千葉茂さんが声優を担当してからはますます悪の強いキャラに仕上がっていて、特にゲームプレイヤー側とコミュニケーション取ってくるメタ的な言動はディシディア由来。14でもつい最近ケフカに焦点を当てた超高難易度コンテンツ絶妖精乱舞が実装されましたが、自分自身が作られた存在であることや、プレイヤー側が何度もトライして自分と対峙していることに気づいた上でカオスや X デスを作ってけしかけてくるなど、他の悪役とは一
一線を画した行動をとってきます。今のはちょっと異質な超高難易度コンテンツの話で、通常の14のコンテンツでは原作と同様、3段階に分かれた神々の像と戦った後、ゴッドケフカと戦う流れを味わえるし、これだけのためにアレンジされた BGM、妖精乱舞が流れるのでとっても贅沢です。やっぱり5と同様、ケフカ以外のいろんなボスとも戦えるので、興味がある人はボス名14でググってみてください。続いて7、8、飛んで10。さすがにキャラが立ちすぎて異質なのか、ラスボスは登場しません。8だけ希望の園エデンという8を意識した長めのコンテンツがあって、で、そこで Don't Be Afraid やら Force Your Way やら G エクストリームやら、往年の名曲を聴きながら戦闘できたり、時間圧縮やらショックウェブパルサーやらちょっと聞いたことあるやつと対峙するぐらいです。でもガンブレーカーっていうジョブがあるんですが、それはもうまんまですね。エンドオブハートも打てます。9、永遠の闇。9はクジャという悪い奴がいて、で、なんやかんやあってそいつ倒すんですけど、クジャが死を恐れるあまり呼び出してしまった異形の存在です。これまでのラスボスの説明と違ってものすごくふわっとしてますが、そうとしか言いようがないぐらい原作でも唐突に現れるし、別にそれをオマージュしてるわけではないと思うんですけど、14でもメインクエストの一環で唐突に現れて唐突に戦うことになります。90年代にペプシコーラの CM で話題になったペプシマンに似ていることから当時そう茶化されたりもしましたが、原作にもあったリング状のデザインが14ではレギュレーターと呼ばれる装置を模した装飾になっていて、100点満点のボスデザインをしてるんですが、14のストーリーが分かってないと伝わりにくいので何とも言いません。つまりあまり喋ることがありません。基本原作へのリスペクトを欠かさない14ではあるんですが、唯一9のオマージュだけ若干評判が悪くて、原作を軽視してるっていうか、9の命とは何かっていうテーマに対して意図的に歪んだ解釈でアンサーを出してる地域があって、で、それが意図したものであることがあんまりプレイヤーに伝わらなかった感じです。長年運営してればそういうこともあります。ラスボスからは脱線しますが、原作以上にごちゃごちゃ変形する14のオズマはもともと9の裏ボスで、そのままでは強すぎてなかなか倒せないところ、全国に散らばる精霊たちに原石をあげることでオズマを弱体化させられるっていうイベントがあります。なぜかこの時に出会う精霊たちと戦うバトルコンテンツが14では実装されていて、中でもヤーンに至っては色々あって、プレイヤーを殴り殺す殺戮モンスターとしてグッズになるほどミーム化されています。原作の思いもよらぬキャラが思いもよらぬ形で話題に上がるのを見ていても楽しいです。11、シャドウロード。11の本編のおよそ20年前に突如現れて獣人たちを支配し、その後人間を滅ぼそうとクリスタル戦争を引き起こした存在です。拡張パックが出る前の一番最初のラスボスで、その正体は30年前のとある事件で人間に憎悪を抱くようになった一人のガル家族です。だからすごい乱暴に言うと14でいうガイウス的ポジで、その正体は1階のルガディン族だったみたいな感じ。14ではエコーズ・オブ・バナディールという11をテーマにした長編コンテンツがあって、14のスタッフに11の廃人プレイヤーがいたのもあってか、探索する街やらボスやらのディティールの作り込みが半端なくて、11のディレクターである藤戸さんも監修してるんだとか、ご承知の通り11は14と同様オンラインゲームなので、拡張のたびにラスボス的なポジのやつがいて、拡張1つ目で言うとエルドナーシュ、2つ目で言うとプロマシア、3つ目で言うとアレキサンダーみたいな感じなんですが、14でも大体戦えます。11では開始都市としてサンドリア、ウィンダス、バストゥークのどれかが選べるのと、あとそれとは別にジュノっていう国家があるんですが、エコーズ・オブ・バナディールではジュノ、サンドリア、ウィンダスという順番で回り、なぜかバストゥークだけハブられててドンマイ。私は拡張1つ目であるジラートのゲームまでしかプレイしてないんで原作では拝んでないんですが、ハイパーノートリアスモンスター、アブソリュートバーチューなんかも14に登場しています。原作と違っておむつとペットボトルを装備して18時間もぶっ通しで戦う必要ないので安心です。そもそも11も未だに賑わってるので、バナミンはなかなか14に乗り込むきっかけを得にくいかもしれませんが、エコーズ・オブ・バナディールはこの前ちょうど完結しましたし、私も砂丘でボギーにビビりながらカニにレタス決めてた身として14も楽しめることを保証しますんで、エコーズ・オブ・バナディール目当てにどっかで手出してほしいなと思います。以上、歴代ラスボスというカットで原作ではどんなやつか、14ではどんな扱いになってるか、関連するオマージュも含めてご紹介しました。当時、ジャギジャギの画面で対峙した強敵に、綺麗なグラ、あの時の BGM で挑める感動はひとしおです。14気になってきた方、こっちの動画でもう少し詳しく紹介しています。興味を持ったら、このスタートアップ動画でストレスなく始めてください。当時のボスの懐かしいエピソードや、私が紹介できてない過去作オマージュの好きなネタありましたら、ぜひコメントください。今後も FF シリーズ全部好きな私が、シリーズ間の面白クロスオーバー出てきたら紹介していきますので、よろしければチャンネル登録をお願いします。動画化に至らない小ネタは X で語ります。そちらもフォロー何卒おつゆなし。